もしもポリカでオリジナルボディを作るなら、あなたはどんなボディを作りたいですか？前回、見たいものを作る企画では、FRP を曲げた、世にも珍しいボディ提灯を作りました。そこで力を使い果たしたようです。ご存知の通りミニ四駆とは、シャーシとボディで構成されるプラモデルです。このどちらもが重要なものです。理想の走りを実現させるための、シャーシ、かっこいいを詰め込んだボディ。この二つが一つになって、世界に、一つだけ、の自分のマシンが、誕生するのです。あなたはどんなボディがかっこいいと、思いますか？磨かれたボディ、汚しと層を入れたボディ、走行中の傷が増えていくボディ。我らもマシンに夢を乗せ、遥かな地平線を目指します。ギミックも迷走を始めたようですが、今回はボディも迷走しそうな予感。さて、それでは今回の動画をお楽しみください。ピンポン。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更して、見てね。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手、F1 です。前回は、FRP を強引に曲げて、新型の提灯までは良かったんですが、ボディを忘れてテスト走行、できませんでしたね。走らせるのがミニ四駆の醍醐味なんですよ。そこんとこわかってますか主任さん？ああ、まあそうなんだよな。せめて走らせてあげたいよね。せっかく作ったんだからさ。今現在の走れる状態のマシンはこれ。サンダードラゴン、FRP の曲げ実験で、偶然うまくいってかなり割と、良い感じに仕上がってます。おい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 、偶然ってことはないだろ？本当に？はい、これがコメント。何？バネの設置位置の上下を変えたら良いと思うのだ。しまった。気づかれたか。やっぱり確信犯だったか。どうせ、FRP を曲げるって、アイディア、が良さそうだったから、それが目立つように高さを持ったんでしょう？そういえば、いつの間にか、提灯の装備位置が高くなってましたね。違うと言いたいけれど、結果的にそうなっちゃったね。やっぱり FRP を曲げるって絵になるからさ、 FRP 曲げるって案を目立たせたくて持っちゃったよ。ごめんちゃいテヘペロ。実際は FRP が曲がりすぎてさ、上下を逆にしたら収まりが良かったんだよ。ああ、そっちか。確かに一回曲げたら戻らないですもんね。まさに本末転倒ですね。とにかく曲がることはうまくいったんだ。次に生かすよ。一回で何でもうまくなんてできないんだよ。工作技術は高いとは言えませんからね。コメントありがとうございました。よく見てるわ。それじゃあ提灯低く作り直しますか？そんなのもったいないじゃん。せっかく作ったんだ。さすがにこれだけパーツを使ってはいおしまいってわけにはいかないだろう。テスト走行もしてないしさ、取れ高もないんだよ。さすがに少しは回収しないとさ、まずいと思わない？まあそうですね。お金をかけて、はい、次ってのは確かに主任さんっぽくないですよね。だろう？それでも走らせるにしたってボディを用意する必要はあるでしょう？それに結構くたびれてますよ。このサンドラ、ほらハゲが多いし。ハゲが多いとか言うな。塗装が衝撃に負けて剥離しちゃってるんだよこれ。結構きてますね。まるで主任さんのようですね。おい、まず人の目線の上を見て話をするのをやめようか。でも確かに傷んでるんだよね。ポリカーボネートっていう素材はほんと強い素材だね。ほら下地は綺麗だもんな。でもこのままってのもいただけないのは確かだ。作ったのもだいぶ前になりましたしね。そうな、動画の量産も目処が立たないし、課題は多いよ。よし、いい機会だしポリカーボネートで新しいボディを作ろうか。こんな提灯に乗るやつなんかあるんですか？こんなとか言うな。力作だろこれ。もちろんないよ。ないんかい。そりゃあ探せばあるだろうけど、レア物とか探すの面倒だし、あったらあったで高いしね。それならキットを丸々新しく買うっての。だから簡単に手に入るものがいいわけよ。汎用性ってやつ。それに物がなければ作ればいいじゃないか。そんなパンがなければみたいなこと言って作るってバキュームフォームとかでも使うんですか？おお、なるほど。それも面白そうだね。それについては別件でやってみたいことがあるんだよね。でも今回はパース。それならどうするんですか？今回はキメラボディを作ろうかと思ってるんだ。はあ？
キメラですか？そう、キメラだ。ポリカは種類が少ないわけじゃないんだけれども、プラモデル的なかっこいいボディが好きな僕みたいな人間にとっちゃ現状少し物足りないわけさ。むしろプラボディにこそやる気が出るね。かっこいいボディってのは僕にとって重要な要素なわけだ。はいはい、そういうのが好きってことですもんね。ポリカでダッシュ系とかを出してくれると超嬉しいんだけどさ、まあないものはないのさ。だからってこれでいいやって感じのボディを手間暇かけたマシンに乗せるのは僕的にはちとロマンに欠けるのよな。ああ、まあいろいろ問題発言ではありますが、言わんとすることだけはわかります。速攻ってったこの複数のポリカボネートボディを組み合わせてオリジナルボディを作るっていうキメラボディをやってみようってわけ。どうよ。また瞬着頼みですか、主任さん。ちっちっち、それじゃあ進歩が足りない。あ、なんかムカつく。偉そうに。そこで今回は溶着を試すんだ。はあ？溶着？そう、溶着だ。ポリカーボネートってのはね、熱可塑性樹脂の一種あるポリカボネート樹脂が原料で透明度の高いアクリルと同じプラスチックの一種なんだ。化合物納治薬基準に沿った故障はポリカルボナート、モノマー単位同士の接合が全てカーボネートキーで構成されるため。それしかないよね。これの落としぼれる？可能です。じゃあ、それで、後で、無視すんな。とかうるさいから説明は表示だけしておいてよ。わかりました。スクロール字幕で実行します。それでお願い。それで、つまり要約すると、主任さんの主張を要約するとこんな感じになります。ポリカはプラスチックの一種、透明度が高く対衝撃耐久に優れている。強度はアクリル板の30倍。ポリカボネートってのは透明度があって、優秀なプラスチック素材ってことが、言いたいのね。おおむねその認識で合ってると、思いますよ。ってわけよ。つまりプラスチックの一種なんだよね。みんな知ってますよそれ。ならば聞こうF1くん。プラスチックの優位性ってなんだ？なんです突然。優位性？なんでしょうね。ちゃんと僕の話聞いてた？いやそれは、無理ゲーでは。熱と溶剤による可塑性なんだよ。はぁ？可塑性？可塑とは、柔らかく形を変えやすいという意味の言葉。前回は瞬間接着剤で FRP のパーツを硬化させたよね。はいはい、そうでしたね。イメージ的にはこんな感じかな。パーツの間に瞬間接着剤が入り込んで固める。でだ、プラスチックの特性である可塑性でいうところの溶着ってのは僕のイメージで表すとこうなんだ。パーツの間に溶剤が入ってこんな感じで固める。へえ。そう、これはプラスチックと言われる素材の持つ大特性なんだよ。つまりさ、一番大事なことは柔らかくなって一つにくっつくってことなんだよ。はあ、なるほど。なんだよ、いまいち反応が悪いね。すごいことなんだけどな。僕はこのエピソードを知ってからプラモデルに対する見方が変わったんだよ。へえ、じゃこれの元ソースがあるんですね。とてもいい推察だ F1 くん。それがこれだ。主任さんは超速ガイドとかのムック本とか図鑑とか好きですよね。ああ、大好きだね。大好物だ。眺めているだけでご飯が進むね。わかるー。でだ、プラモデルに関する僕の参考書がこれなわけだ。誰です？聞いて驚け。初代ガンプラ王こと日野栄之助さんのプラモデル作成解説本だ。これのすごいところはプラモの作り方が書いてあるんじゃなくて、プラモデルを作ることってのがどんなものなのかってことが書いてあるんだよ。マジで最初読んだ時はそっから解説すんのかよって思ったぐらい話が細かいとこから始まるんだよ。前回の FRP を曲げる企画とか、今回のキメラボディの企画とか、これから着想を得たのも事実なんだ。この人の YouTube 動画もかなり見てる。僕はこの人のおかげでものづくりへの解像度がガチめで上がったと思ってるよ。割と着想を得る瞬間とかひらめきの瞬間は楽しさの絶頂だったりするよ。概要欄に本と動画のリンクを置いておきます。ぜひチェックしてみてください。さて、じゃあキメラボディに戻ろう。つまりさ、僕の拙い理解で言うと、プラスチックっていうのはその特性として熱と溶剤による可塑性を持っていて、柔らかくして形を整えることができるってわけさ。はいはい、それで？それならさ、うわ、生き生きしてる。既存のポリカボネートを切り刻んでそれを溶着したらさ、オリジナルポリカボディの完成じゃねってわけよ。なるほど、今回はそう来るわけですか？
やっぱりオリジナルとか心惹かれるじゃん。でも、オリジナルってそれはそれでハードル高そうですよ。大丈夫大丈夫、いきなりオリジナルなんてな無理なのは100も承知さ。それでも自分の好きな形の方向性を獲得するってことはできそうだろってことはもう、モチーフってのが決まってるんですね。おや、察しがいいじゃないか。まあ、それほどでもあります。僕はロボットが好きだからね。あ、そうですね、大好きですよね。だから思い切って今回は今回は大張正美さんが関わったロボットをモチーフに。あのバリってる大張監督のお、よく知ってるね。口があって変形したりする熱血系のそうそう、やっぱり口があるとかっこいいと思うし、ロボットは熱血系でしょ。オープニングが超活かす感じで合体したり次元の壁を越えたりしちゃう。そうそうそう、そんな感じそんな感じ。マジで取れ高狙わないこの凡庸なものづくりチャンネルで乗るの？そのでっかい流行りに乗っかっちゃうの？たまーに入ってるバリってる作画カットがかっこよくてコマ送りで何回も見た。勇気爆発。ロボットフェイスが超かっこいい。地元がキモいキモい。獣を超え人を超え、獣？次元じゃなくて？そして神になる。黒くてがっちりアグレッシブモードと人型をあのサイズで実現しちゃって、ロボット対戦とかだとメカニックのアストナージさんが悲鳴を上げての大号泣。あのアストしナージさんがかもそれで合体しちゃう16話まで主役メカが登場しないとか、 16話まで主役メカ超異色ロボットアニメ。人呼んで兜をつけて下駄を履いたビッグモス。なんだよ、兜とゲタって。超重騎士ダンクーガ久々のイーグルファイターだね。そこはブレイブなやつにしとけよ。って聞いてる F1 君。あれおい、派手にこけてる場合じゃないぞ。またそういうのを引っ張り出す。いや引っ張り出すとか言うな。僕はこれが超大好きなんだよ。なんならこれで白飯美味しく食べるから。見てる人が引くからそういうのは裏で言ってくださいよ。 LG バンパー作った時にさ、このバンパーが翼みたいに見えてさ、飛行機をモチーフにしたボディを作ってみたかったんだよ。なるほど。黒い飛行機のイメージが湧いてさ、それで真っ先に浮かんだのがこれなんですね。そういうこと、まさにひらめきってやつね。 B2 とか F117 とか他にもあったでしょうに。僕はダンクーガが好きなの。床の間に超合金飾ってありますもんね。それでだ、これを作る。とりあえず現在手に入りやすいこの4種類のポリカボネートボディを組み合わせて、イーグルファイターをモチーフにキメラボディを作ってみようかと思うわけだ。4種も使うんですか？そうだよ。よく見る4種類ポリカセットを用意してっと。サンダードラゴンも手に入るならもう一回作ってみたいな。それでこれをバラバラにしていくんですか？まさかいきなり僕がそんなことをすると思いません。グッド。まずこうやって映像からトップ画をそれぞれ線画に起こす。それでこれを配置していつも通りネット印刷する。まずこれを使って用紙を切り刻んでモチーフに近い大まかなイメージを作ろうと思うんだ。カラー版は記念に取っておいて白黒にコピーし直して切り刻もう。フルコピーの方が安いですからね。こうじゃないかな。こうかな。ベースを変えてみようか。翼を意識してなんか時間がかかりそうですね。楽しそうで何よりですが。そうだね。垂直尾翼なんかつけちゃったりして。さっきの本借りてもいいですか？どうぞ。ぜひ読んでくれ。布教してくれて構わないよ。よし、これでいってみよう。完成イメージはこんな感じだ。おや？できたんですか？そうだよ。どうよこれ。うわ、今回も無茶しましたね。ポリカボディの設計案とは誰も思わない完成度ではある。2次元と3次元だと印象が変わるから、実際にカットしてみるまではわかんないけどね。これ作れるんですか？そりゃ動画にしてるんだから完成はするさ。そういうめたい発言はするな。それじゃあ早速ポリカボディをカットして仮組みをしてみようかな。よし、乗ってきたぞ。ねえ、まだ暇でしょ？何ですか F1 さん、手が空いてるかって話。現状の処理的にはイージータスクですが、何か主任さんの処理が終わったらさ、ちょっと手伝ってよ。何か予定があるんですか？このボディはうまくいけばかっこいいんだろうけどさ、やっぱり黒は動画的に映えないじゃない？まあ確かに仕上がる結果によりますけど、一理あります。統計的な予想ですが、主任さんの技術的に多分黒をベースにすると映えないサムネイルが完成する可能性が高いです。でしょう？僕も動画が回らないと困るしさ、私は少しも困りませんが。まあ、そう言わんと、ちょっと聞いてよ。ごにょ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 。ふんふん。なるほど、それは良いことですね。でさっきの線が見せてよ。どれをお探しですか？あ、それ。左から2番目のやつ。ウィニングバードフォーミュラですか？これ何？どうやら追加力みたいですね。ああ、やっぱりそういうやつなのか。これの説明書出るかな？これですよ。どうぞ。やっぱりだ、ちゃんと別パーツの概念もあって良いのか。これは両面テープで固定してるようですね。そっか。こういうのも公式想定としてはありなのか。コモンすぎる観察眼が。
発動しました。コモンスキル、リードミーバーストが発動しました。スキル発動の効果によりスペリオールスキル、論理飛躍1が発動します。新たなコモンスキル、イメージクリエイトを獲得しました。僕がLG バンパーから連想したのは、広がる翼。でそれを主任さんの好みに合わせてロボットに落とし込むなら、ウィングガンダムなんだよね。ほう、なるほど。だからさ、このエアロアバンテをベースにして、これをコピー、ペーストして、こっちを反転して、残りのパーツをこうやって、それで、アバンテを持ってきて、開いて、かぶせる。こんなんどうかな？イメージファイルを保存しておきますが、保存する名前は、どうしますか？アバンテを設計上3枚使うから。A3 スノーホワイト。了解しました。プロジェクトとフォルダと画像を、同時に新規作成し保存をします。完了。よし、じゃあ作っていこうか。まずこれが切り張りした紙の原型ね。これを元に対応するポリカからパーツを切り出していこう。いいね。この形のイメージで詰めていこう。マスキングテープで仮止めしつつ写真載せながら形を探っていこう。良さそうだね。ここまでは僕にもできるんだよな。はい、次行って。じゃあ次に保護フィルムを外して。しかしポリカボネートってのは保護フィルムを剥がすと全く見えないな。ほんと透明度高いわ。これカメラで撮れてんのかな。透明度はアクリルで 96% ガラスで 92% ポリカボネートは 86%。 色を塗るわけにもいかないでしょ。まあそうね。さてそれじゃあ本題。これが今回の肝、アクリルサンデーだ。この溶剤二塩化メチレンを使ってポリカを溶着させる。へえ、それで？そうさ。こんな複雑な形にするんですよ。そんなのできるんですか？そもそもその溶着ってのはそんなに信用できる作業工程なんですか？何、興味出てきた？そりゃあ、どの程度の強度かくらいは知っておいた方がいいじゃないですか。殊勝なことだ。それならポリカの発剤を使って溶着の実験してみようか。良いですね。こうやって発剤のポリカを板状にしたものを使って実験をしよう。必ず防護メガネと手袋をつけて作業しましょう。曲げも実験してみたよ。可塑性ですね。しなやかに曲がってる。しかも強い。これほどとは、これが溶着。これは使える。そうみたいだね。素材が過疎化する特性も確認できたし、バッチリくっつくね。目論見通りだ。これだけ強くてポリカが言うことを聞いてくれるってんならいけそうだわ。コモンスキル、初代の心得、接着を獲得しました。コモンスキル、試験のための実践を獲得しました。スキル発動の効果によりスペリオールスキル、クラフター1が発動します。ねえ主任さん。なんだい F1 君。この状態から細部調整してそれから溶着したりするんでしょう？そうなるね。見積もりとしてどのくらいかかるんですか？そうだな。結構こっからかかりそうだね。3日は見ときたいかな。そんなに？それじゃあ、他のポリカとかを片付けておいてもいいですよね？頼むよ。この予備ポリカボディとかは？それも片していいよ。溶剤が飛んだら困るしね。何より後でちゃんと使い切らないともったいないからね。そうですよね。使い切らないともったいないですよね。わかりました。うまくやりよる。よしよいぞ。これでビビらせてやろう。それじゃあ溶着してみっか。箸台を使って形を整えたり穴埋めとかもしておこう。プラスペーサーを瞬着でつけて取り外ししやすくしておく。ポリカボネートの透明度が半端ないですね。全然カメラに映らないんですが。テスト走行用のシャーシの準備が必要かな。結構テスト走行までやることが多いのよな。そうか。もう1台必要なんだっけ。色はどうしようかな。じゃあ、ちょっちよろしく。いくつか倉庫から出してきたポリカと主任さんの出した余り部分を買おうね。この提灯フレームもデザインの一部なんだからそれを踏まえて作っていこう。箸材を追加パーツにしてカットしてこんな形で。よし、よいぞ。いい感じだね。おい、主任さん。進捗状況どうですか？これやっぱり歪んでるよね。これはいただけない歪み方ですね。やっぱりカットしかないが。何？切るのこれを？ここまでやったのに？いや、ほれ見てみ。どうだい？中心から無視できないくらい歪んでんだろ。確かに。これはいくら大雑把な主任さんでも見過ごせないズレ感。大雑把は余計じゃね？これ作り直しですか？
いやいやいや、そんなもったいないことはしないよ。だって、何、理論と実践だ。ここで一発プラスチックの優位性ってのを体験してみようじゃないか。は？本気？そんなこと言っても簡単じゃないですよこれ。じゃあこのまま廃棄しろって？いやそうは言いませんけど、そもそもそんなこと主任さん流行らないでしょ。これだけ時間も労力も使って得るものが何もないんじゃ、それこそ全部無駄ってもんだ。それこそありえんわ。それにね、それに？一番大事な決定はもう終わってるんだ。はあ？大事な決定？とりあえずバッサリ言っとくか。うわぁ、本当にやりやがった。さてこっからだ。面白くなってきたね。はい、アクリルサンデーと箸材。マスキングテープで角度を決めて下から固定する。ここで箸材を並べて上からアクリルサンデーと溶けたポリカを流し込む。それで主任さん大事なことって？ああ、それはね、それは？作ると決めたことだ。は？そんなこと？そうさ、これが唯一無二の大切なことなんだ。やると決める、それ以外はさまつなことさ。おまけと言ったっていい。施術箇所のポリカの効果を確認、溶着完了しました。よし、くっついたな。どうよ、これが優位性ってやつか。すごいね。よし、これなら同じやり方で他の部分も形が整うね。やってみようか。どうよ。うわ、この立体的な形は。みんなうまくいくつもりで始めるの。失敗するつもりでやるやつなんかいないさ。でも失敗はする。技術で、実力で、工程で、ミスで、運で。でもそれすらさまつなこった。そうですか？一生懸命努力します以外に言うことなんかないね。やらなきゃできないんだからやるしかないんだよ。まあそうですけど、今回はたまたまうまくいったんですよ。それでいいさ。失敗したら失敗した時に考えるさ。もういい加減だな。さて塗装もやっていこう。とりあえず塗装の準備として表面を荒らそう。これで少し見やすくなったね。どうよこれ。ある意味ちゃんと合成されて混ざってるから正しいキメラボディってやつじゃないですか？はは、まったくね、正しい意味でのキメラだわ。じゃあ荒らした表面に密着論を吹いて食いつきを良くしておこう。それからサーフェイサー乾燥させてマスキングをしていく。それっぽくなるように頑張っていこう。じゃあまず白でもって黒地塗装、それから赤、間にクリアを挟みつつミスがないように最大限気を使っていこう。結局こういう細かな努力だよね。ああ、いいね。マスキングを剥がす瞬間がほんと達成感あるわ。蛍光塗料で塗装した目のパーツを瞬着で貼って、もちろん細々としたデカールも追加。僕はマットな仕上がりが好きだから艶消しのトップコートを拭く。はい、完成。どうよ、なかなかそれっぽくていいだろう。お、見える。つなぎ目が綺麗に混ざってる。すげえ。てかあれ、ここ不自然に切れてませんか？お、気がついたかい？やるね。このキメラボディだけじゃギミック要素はほとんどないからね。ああ、なるほど。一応 VZ シリーズはギミックがテーマですもんね。MA はロマンを AR は速度を一応テーマにしています。まあ一応はこのキメラボディにもギミックを仕込んだんだ。はあ、これに？ポリカのキメラボディにギミックですか？それどんなんです？興味あるかい？ほれ、実はここの部分でパーツが2つに分かれてるんだ。うわ、セパレート式なのか。凝ってんな。くちばしになる前の部分がギミックを上から押さえ込む役目を果たそうとしてるんだよ。ああ、着地後にお釣りで浮きそうになるなら押さえてしまえって感じですか？そういうことさ。一般的に持ち上げるパーツがリフターと呼称されてるね。それに対して押さえつけるパーツだから、あえて英訳するとシャッターとでも言えばいいかな。なるほど、ギミックっぽくありますね。なお効果があるとは言っていない。これ落下テストしました？効果は？まあ細かいことは置いといてさ。いいな、それはとても重大な問題です。一応マシンができたなら走らせないとね。いやふー、待ってました。行きましょう。ほら、はよー。いきなりテスト走行？不安しかない。ってことでやってきました、いつもの小島コース。いつもお世話になっております。大きいコース嬉しいです。お、コースレイアウトが変わってるのか。いいね。で、いつもの性能証言。リクエストがあったんで今回からマシン重量も追加。それじゃあ走らせてみようか。ちょっと待ったー。 Here come new challenger. おい、なんぞ。主任さんこれ買ってくださいよ。これおお、しやがったんだ。おめでとう。名付けて A3 スノーホワイト。で、
何知ってたの？おお、こうきたか。いいね、やるでね。しょう？超褒めていいですよ。うん、それならこういう色のシャーシが必要でしょ。俺あれって何新しいシャーシ？それっぽくいろいろつけておいたけど、前回の提灯を流用したボディを作ったってんならこれでいいはずだ。あれれ？なんで？どうしたんですかこれ？メインマシンは全部データを共有してるんだから、現物作成作業と動画の編集を同時進行している僕が新しいファイルとかフォルダに気づかないわけないでしょ。一応これでも管理者だよ。なんだよ、ワンボタンだからもう少し驚けよ。いやいや、十分すごいよこれ。モチーフはウィングゼロカスタムのスノーホワイトだろ。わかりますか？しかもバード形態が参考だろ。バスターライフルをフレームに見立ててあるんだろうこれ。十分雰囲気出てるって。羽の表現をエアロアバンテの流線形で出してるとかやるね。そう？いやいや、主任さんのイーグルファイターもなかなか雰囲気出てますよ。マジトロ。うん、やっぱり白だと画面が入るね。脱色形状もかなり頑張りましたよ。ポリカって加工が難しかったです。だよな、わかるわ。特につなぎ目消すのがな。塗りミスがこんなに。塗り分けはまだ練習中なんだよ。君のだってこれグラデーションの失敗だろ。全然思った風にならなかったです。完成後の色もデザインも。わかるわ。Draw game. ほんと塗装は難しいよな。ですよね。塗り間違いとかさ、なぜか塗り残しとか必ず気がつくと増えてるんだよな。それはただの怪奇現象なのでは？でも比較したら白の方が映えるね。これがサムネイル候補だな。よし、やったぜ。初期のミッションを達成しました。それで作業動画は？あんだろ？ないですけど。驚きの全カットである。そこはログ取っとけよ。もったいないな。途中記録の写真ならありますよ。わあ、サンキュー。ほら、主任さんこんな感じ。おお、あるじゃん。なるほどね。これはこれで新しい何かって感じだな。F1 君、一応言っとくけど、作業したらそれは全部動画の素材になるんだから。そもそもログは次の基礎になるんだから、それをおろそかにしちゃう。はいもうわかりましたから。作業風景からインスピレーション降りてくる人もいるんだよ。はい。怪しいな。まあいいか。それじゃ改めまして、これが初見ですっと。黒が1コース、白が2コースな。これはこれで絵になるね。やっぱりオリジナルボディって最高だな。作ったって満足感がありますね。だろ。じゃあ行ってみようか。ドキドキしますね。そりゃそうだ。ぶっ飛んでくしゃっとなったらとか思うと違う意味でドキドキするよ。これだけ複雑な形をしてるとくしゃっと行きそう。ある意味モータースポーツにおける最高のスリルである。あれ遅い。なんでだ。よし、なんか良いっぽい。ってよしよし、良いぞ。人のコースアウト喜ぶなよ。このまま逃げ切り。Nobody survive. Draw game. 完走できないとか。もう一回言っとく。いや、どう考えても無理でしょ。大切なマシンが壊れますって。だよな。やっぱり僕のかっこいいイーグルファイターが1回で潰れるのはもったいないもんな。いやスノーホワイトの羽なんか飛んだら最高でしょ。完走できてないんだよ。ウィニングランまでいけてないの。そんなん主任さんのマシンの設計が悪いから同じところで飛んでるだけでしょ。じゃあマシンだって君が作りなよ。そういうのは人に頼らないの。上等ですよ。そんなん軽くやってやりますよ。吠え面書かせますよ。言うね。いいともかかってきなさい。両者未完走のノーゲームである。やっぱり作ると楽しいだろ。確かに0から1を作る楽しさってのは他に変え難い面白さがありましたね。それと全塗装したオリジナルボディがこけないようヒヤヒヤする感じはかなりピリピリきました。今はこけましたけども、とてもじゃないけど完走できる安全なマシンの開発が先ですよこれ。まったくその通りだわ。経験したものにしかわからない共感である。テスト走行させたバンキュッシュは余裕で走り切ってたからな。でしたね。ほんと優秀ですねタミヤスタンダード。そういやスノーホワイトにデカール貼れないの？良いんですか？あれはきっとかっこいいよ。そうでしょうけど。貼り方教えるからやってみなよ。せっかくここまで来たんだ。そういうことなら教えてください。あとマシンありがとうございました。もちろんいいとも。こういうのは参加してくれるだけで大歓迎だ。マシンは気に入ってくれたかい？使いどころに困ってた綺麗どころをふんだんに使ったからね。デビューできてよかったんじゃないかな。安定なマシンに関しては今後なんとかしよう。
見てくれ重視だったからね。君のも一緒にぶっ飛んだから冷や汗かいたよ。ボディ大丈夫だったかい？全然大丈夫でした。主任さんのは全然平気だった。ポリカって強いですね。そうだな、強い素材だな。あ、そうだ、機材も道具も勝手に使っていいからね。ただ怪我だけは気をつけてくれ。怪我は何も得ることがないからさ。それ以外はぼちぼち楽しくやろう。ってことで今回はここまで。動画内で登場した設計図は概要欄にリンクしておきます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてますよ。それじゃあまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 V ゼ。今回のおまけコーナー、ハージーマールよー。ってことで、今回は、僕がデザイン担当した A3 スノーホワイトの紹介です。はぁ？ないですよ、そんなの。はぁ？ログデータがろくにないものをどうやって公開しろと？いや、そうだけど、せっかく作ったんだし、ほら現物はあるんだし、これでなんとかならない？とりあえず、今回使った4つのポリカボディの紹介をしておきましょう。僕のは？わかりました。それは次回までになんとかしましょう。マジ？やったー、ありがとう。だから次回にあなたがこの A3 スノーホワイトの作成ログデータの保管をしてくださいね。それならダウンロードコンテンツ化しますから。いいの？あくまでも通常処理のついでですよ。ついででもなんでも良いよ。ちゃんと形になるなら大歓迎。そうでしょ？完成させるってとても大事なんですよ。はーい。それなら今回の DLC の紹介をしてください。それが終わったら早速取り掛かりましょう。オッケー。サンキューベリーマッチ。どういたしまして、役に立つことこそが我々の存在意義ですからね。でも、主任さんにファイルとかが全部バレるのはなんとかなら無理です。即答？一応あれ側が管理者なので。そっか。まあ、別の手を考えるか。はいはい。それじゃ紹介どうぞ。今回のメインはポリカボディのセンザーを4種。エアロアバンテマーク2、サンダーショット、ウィニングバードフォーミュラ。そもそもポリカボディを4種類も混ぜて作るってのが採算度外視というか、やりすぎ感がありますね。一般で手に入りやすいってのは、主任さんがこだわってるとこだからね。それでやりくりしたら4枚使うことになったんだよ。キットのレア度じゃなくて、完成した時のレア度を誇るんだって。言葉の真意はなんとなくわかりますが、相変わらずこういうのは加減しない人ですね。ほんとだよね。しかし副産物が回を追うごとに増えてるね。動画の更新速度にも影響するので、良いバランスと規格が欲しいところです。まあ、それでも再生回数もチャンネル登録者も増えたからね。良いんじゃないかな。主任さんも登録者が増えてるならもっと頑張ろうとか欲張っててさ。もっと良い動画を作るぜとか頑張ってるの。まあ、しばらくこの方向じゃない？わかりやすいやる気の出し方してますね。とにかく、我々も今後頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。